ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。レ夢ム、何見てるんだ？あ、これ？クイズみたいなものよ。へえ、クイズか。楽しそうなものやってるな。私もやってみたいんだぜ。でも、マリサにこのクイズできるかしら？結構難しいわよ。おう？このマリサに不可能なこと以外不可能なものはないんだぜ。じゃあ、私は今解けたところだけど、このクイズを一緒にやってみましょ。いいぜ。どんとこいなんだぜ。問題はこれよ。なんだ、計算問題じゃないか。あれ？どうしたの？レ夢ム、これ計算間違ってるぜ。1たす1は2だけど、1たす2は1じゃなくて3なんだぜ。いや、マリサ。これはね。わかるぜ。簡単すぎる計算って、逆に間違えるときあるよな。違うわよ。1たす2は1っていうのは問題なのよ。ああ、確かに問題だが、些細な問題なんだぜ。すぐ間違いに気づけるから、後で見直せばいいんだぜ。気にするな。そっちの問題じゃないわよ。この1たす2は1というのは出題の問題文ということよ。どういうことなんだぜ？ここに出てる計算の式と答えが問題文で、最後の四角に入る数字は何か答えよ、という問題なのよ。なんだ？レ夢ムの言ってることがよくわからんが、9たす2だから答えは11だぜ。普通の計算なら11だけど、それでは不正解よ。はい？よく見てみて。2たす3は5じゃなくて3、1たす3はそのまま4、だけど3たす2はさっきは3になったのに今度は5。何かパターンがあって結果の数字が出ているのよ。こういうクイズを IQ テストというのよ。IQ テスト、聞いたことあるんだぜ。図形とかも出てくるやつだよな。そうよ。今回の問題は計算ね。さて、マリサはこれが解けるかしら？ちょっと待ってくれだぜ。ダメなんだぜ。全く意味がわからないんだぜ。これは難しかったかもしれないわね。じゃあ、頑張ればもしかしたら解けるかもしれない IQ テストをこれからいくつか出題するから解けるかやってみて。よし、もうちょっとわかりやすいのを頼むぜ。では第1問。IQ110 程度よ。これよ。これもパターンがあるんだな。そうよ。パターンを見つけてハテナの中に何が入るかを見つけるのよ。グループが3つあって、最初のグループには、2、4、6、8がある。次のグループは、1、3、5、7がある。最後は、7、9、11まであって、あと一つ何の数字が入るか、ということだな。あ、これは簡単なんだぜ。答えは13だぜ。正解よ。これはほとんどの人がすぐわかったんじゃないかしら。ちなみにマリサ、当てずっぽうじゃないわよね？失礼なんだぜ。ちゃんとパターンを見つけたんだぜ。じゃあ、解説してみてちょうだい。いいぜ。最初の、2、4、6、8を見ると、数字が2ずつ順番に増えてるんだ。次のグループも、1、3、5、7は数字が2ずつ順番に増えてる。ということは、7、9、11ときたら、11に2を増やして13になるんだぜ。どや？その通り。でもこれはほとんどの人が解けるからこれでドヤ顔されてもね。そんなドヤマリサだけど、次の問題はどうかしら？次はもっと難しいわよ。第2問。IQ130 程度よ。これよ。おいレ夢ム。私はくさび型文字読めないんだぜ。ずるいんだぜ。待てよ、ルーン文字なのか？シュメール文字なのか？これを解読すると、上から、レ、イ、ム、プ、リ、ウ、カ、エ、セ、だ。レ夢ム、プリン、返せ、だな。いやー、シュメール語喋れてよかったぜ。マリサ、適当すぎるわよ。だいたいプリン勝手に食べたのそっちでしょうが。いや、だって急に難しすぎるんだぜ。アルファベットの Z とか、ひらがなの、の、とか、リボンみたいなマークとか、パターンがないんだぜ。パターンはあるわよ。パターンを見つければ意外と簡単よ。ははーん。レ夢ムはこれを解けるってわけか？もちろんよ。
じゃあ今度は霊夢が解説よろしくだぜ。わかったわ。解き進め方を解説していくわね。まだ考えたい人は、ここで動画を一時停止してね。説明しやすいように1から9の番号をつけるわね。まず確認するのは全体の形よ。カクカクしていて、縦の線、横の線、斜めの線があるわね。それは私もわかるぜ。そこから先がわからないんだぜ。これも重要よ。一つずつ確かなものを確立させていくのよ。そして、一つの図形を見てみると、縦線は左か右だけで真ん中にはできない。横線は上か下で真ん中にはできない。斜めは左上から右下、右上から左下で必ず角から角まで繋がっていて、中途半端な角度なものはない。一つ目の法則はおよそこのぐらいね。次の考え方は、図形が 3×3 の並びなので、例えば、1、2、3の図形グループ、4、5、6の図形グループ、7、8、9の図形グループでそれぞれパターンがあるはずと仮定するわ。なんでなんだぜ？まだ仮定の段階だけど、とりあえずなんか似てるような図形があるグループで分けたわ。次は1、2、3の順番でパターンに沿って変化すると考えてみるわ。1と2を見るとひっくり返っているわね。でも4と5、7と8はひっくり返っていないので、ひっくり返るパターンではないことがわかるわ。2と3を見てみると全然違うわね。パターンがあるはずなのに全然違うなら、次は大きな変化を必要とするはず、という仮定を立てるわ。1と2で3になるのでは？という仮定よ。1と2を重ねてみると、こうなるわね。3にはほど遠いけど。あら？ 1 と2で重なった部分が1本線と2本線があるわね。次の仮定は、重なった部分の1本線と2本線を別々に分けたらどうなるかを考えてみるわ。重なった部分が1本線だけの図形はこれ、2本線だけの図形はこれ。どうやら1本線だけの図形と3の図形は同じになるようね。これを4、5、6の図形でも同じかどうか検証するわ。4と5の図形を重ねてみると、こうね。1本線と2本線を分けると、こうね。これも1本線だけの図形と6の図形は同じになったわね。では7と8の図形を重ねてみるわ。そして1本線と2本線を分けるわ。この形の図形になったので、答えは C だと言えるわ。おお、そういう考え方をしていくのか。でも他の答えの可能性はないのか？そうね、見直しも兼ねて他の答えにはならないか確認してみましょうか。パターンは分かったので、別の視点で見てみるわ。さっきは、1、2、3のグループを作ったけど、1、4、7のグループではどうかしら？ 1 と4を合わせると、7になったわね。2、5、8も同じようね。3と6を合わせると、さっきと同じ C の図形と一緒になるわ。別の視点からもパターンの検証ができる問題だと、答えが合っている確率は上がるわね。なるほどな。順番に仮定を作って確定させていくわけか。まあ、パッと見でできちゃう人もいるでしょうけど、瞬間的にこのように仮定を組み立てていると思うわよ。順番に考えるんだな。よし、次からこういう問題が解けるようになりそうだぜ。じゃあ次の問題やってみる？ああ、解き方はバッチリだぜ。次の問題はささっと解いてみせるんだぜ。第3問。IQ140 程度よ。これよ。よし、まずは1から9まで番号で分けてみるぜ。それから、全体を見てみると。あ、一つおきにマスが塗られていってるんだぜ。これは簡単なんだぜ。順番通りに行くと、一つおきにマスが全部塗られているやつが答えだ。じゃあ答えの候補を出すわね。これよ。全部一つおきにマスが塗られている。だと？これじゃあどれが正解かわからないぜ。よく見てみて。マスが塗られているのと白丸と黒丸があるわよ。その組み合わせはどれになるかを考えるのよ。丸は適当な場所にあるだけだと思ったから無視したったったぜ。ギブアップかしら？待ってくれ、もうちょっと考えてみるぜ。
白丸と黒丸は一つずつあったり、どちらか一つだったり、二つとも同じだったり、ゼロだったりするのか。白丸は全部で3個、黒丸は全部で6個。5には丸が一つもないな。ということは、つまり、なんだ、ギブアップなんだぜ。すべてバラバラに見えるんだぜ。わかったわ。それじゃあ解説していくわね。もう少し考えたい人は、ここで動画を一時停止してね。それじゃあ解き方よ。マリサの言う通り一つおきにマスが塗られているわね。ちょっと癖のある増え方だけど、1から9まで順番で増えていっているから。さっきみたいに1、2、3のグループ、という分け方をしないで、連続で変化するのかもしれないと考えてみるわ。次に注目するのは丸ね。一見ランダムに見えるけど、よく見るとなんとなく左から右へ行って、そして次の段へ行って、また左から右へと動いているようにも見えるわ。色や数はバラバラだけど、この動きも過程として一定方向に動くものと考えてみるわ。1の黒丸は2になると一つ右へずれているわね。3になるとまた一つ左に戻ってるけど、左から右へ移動し、次の段へ進むという過程なので、黒丸はこの位置にいて見えないのかもしれないわね。この考えのままとりあえず進めてみるわ。4だとここに来るはず。白丸になっているけどここもとりあえず進めるわ。5だとここに来るはずだけど見えなくなっている。6だとここに来るはず。7だとここに来るはず。8だとここに来るはず。なるほどね。同様に1の白丸についても同じことをやってみるわ。2だとここに来るはず。3だとここに来るはず。4だとここに来るはず。5だとここに来るはず。6だとここに来るはず。7だとここに来るはず。8だとここに来るはず。どうやら丸自体の動きはこの考えて合っているかもしれないわね。じゃあ次は白丸と黒丸の関係を見てみるわ。白丸が来ると思ったら黒丸だった場所、その反対で黒丸が来ると思ったら白丸だった場所に何かきっかけはないかしら。もう一度1の黒丸の動きを見てみると、2では右に移動して黒丸のまま。3では次の段に移動しているけど見えなくなっている。4では右に移動して見えるようになって白丸になっている。5では右に移動して見えなくなっている。6では右に移動して見えるようになって黒丸になっている。7では次の段に移動して黒丸のまま。8では右に移動して見えなくなっている。これってもしかして、丸が見えなくなった後に、黒と白が入れ替わるんじゃないかしら？じゃあ丸が見えなくなった後に黒と白が入れ替わると仮定して、1の白丸を考えてみるとこうなるわ。つまり8の丸の位置関係と色から、答えは E になるわ。マリサすごいぜ。説明されたら理解はなんとかできたが、そもそもそういう発想が私にはできないぜ。IQ テストだからね。こういういろんな発想の仕方ができる人ほど IQ が高いと言えるのよ。基本的な勉強ができると問題を解くのに役立つけど、勉強ができるからといって IQ が高いわけでもないわ。今の問題でも、パターンとしては小学生でもわかるパターンだったわよね。確かに計算はなかったし、一つずつ順番に変化してるだけの図だったぜ。他にも問題があるから、また今度動画を作るわね。いかがだったかしら？ちょっと待つのぜ。どうしたの？マリサが最初にやっていた問題の答えをまだ聞いてないんだぜ。ああ、これのこと？ふふ、そうね。これは動画を見ている皆さんに聞いてみましょうか。もしこの答えが分かった人がいたらコメント欄に書いてね。解き方をコメントで書くとネタバレになってしまうから、同じパターンの違う計算式を書いたら答え合わせができるわ。なるほど。解いてる途中でコメント見ても安心だな。いかがだったかしら？解けた人も解けなかった人も頭の体操になったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回は以上よ。ご視聴、ありがとうございました。絶え間なく